違います。これは彼のせいよ。私一生懸命やったのに。なのに彼は何も教えてくれなかった。海外の経験を自慢するくせに、本当に役立つアドバイスは何一つ。涙ながらに訴える社長令嬢の声が会議室の空気を一瞬にして凍りつかせた。座り込むようにうなだれる社員たち、土器を含んだまま黙り込む上司、そして俺はその責める言葉を一身に浴びながら静かに目を伏せるしかなかった。事の発端は数日前、教育係として俺が指摘した問題点を彼女が押し切って提出。結果、クライアントからの大クレーム。せっかく海外で7年間一生懸命に積み上げてきた経験を生かそうとしていたのに。君はクビだ。社長の冷え切った声が俺の胸をえぐり取る。懸命に守ってきたプライドもキャリアも、まるで砂上の楼閣のように音を立てて崩れていく。それでも、この転落は終わりではなかった。むしろ、新たな物語の始まりだと、後になって思い知ることになる。退職後、行くあてもなく街をさまよっていた俺を見つけてくれたのは、高校時代の同級生。何があったかは、詳しく聞かない。うちに来てくれない？一緒に大きくしよう。この出会いが契機となり、俺の人生も、そしてあの会社でくすぶる問題の数々も、想像を超えた激流へと飲み込まれていく。いやおうなく動き出す大きな歯車が、一体どんな結末をもたらすのか。それは、まだ誰も知らない。久しぶりの本社ビル。7年前とすっかり変わってしまった外観に気遅れしながら、俺、大河内相馬は、深く息を吸い込んだ。ロサンゼルスで過ごした7年間は、俺の人生を大きく変えた。そしてこの場所も、俺がいた頃と変わっていた。エントランスをくぐると、新しい警備員が戸惑い気味に俺を見つめた。大河内と申しますが。ああ、本日付で異動の方ですね。こちらにサインを。ID カードを受け取りながら、ふと会社のロゴが目に入った。感動ピクチャーズの文字が朝日に照らされて輝いている。感動ピクチャーズは映画や CM の映像制作で国内トップクラスの実績を誇る老舗会社だ。特に色彩表現には定評があり、数々の賞を受賞してきた。創業40年の歴史は日本の映像業界の歴史そのものとも言えた。エレベーターに乗り込むと背中に聞き覚えのある声が突き刺さった。へえ、誰かと思ったら大河内じゃねえか。ずいぶん懐かしい顔だな。振り向くと、そこには江端徹の姿があった。一緒に入社して以来、表向きはライバルだったが、正直言えば馬が合わない相手だった。江端、久しぶり。まあな、お前、ロサンゼルスに飛ばされてたろ。もうとっくにお払い箱だと思ってたが、よく戻ってきたな。嫌味たっぷりの笑みを浮かべながら、江端は舌打ち混じりに続ける。で、今日から5階のクリエイティブルームに配属だって？あそこ、若いのが増えてずいぶん雰囲気変わったぜ。お前みたいなお古が入る隙があるのかね。そうなのか。俺が曖昧に返すと、江端はニヤッと笑い声を立てた。まあ、俺には関係ないけどな。ところで、お前がいない間に大きく変わったぜ。社長の娘が入社してきたんだよ。如月社長の娘さんが。そうそう。レナさんって言うんだけどよ。これがまた美人でな。それもスタイル抜群。できるもんなら、俺が口説いて、社長の椅子に近づいてやろうかと思ってるんだわ。あの子と結婚したら自動的に後継者だろ。こんな楽な出世プラン他にねえよな。あからさまな野心を隠そうともせず、江端は鼻で笑う。エレベーターが5階で止まり、扉がスライドして開いた。折り際、江端が振り返りながら吐き捨てる。まあ、お前が戻ってきても俺の邪魔はできねえよ。会社のトップに立つのはこの俺様だからな。江端は威圧感たっぷりにそう言うと、大股で先にフロアへと消えていった。薄暗いエレベーターホールを出て気持ちを切り替えようとした矢先、スマートなスーツ姿の秘書が静かに近づいてきた。彼女は淡々とした表情で口を開く。大河内さんですね。本日付で本社に復帰されたと伺っています。社長がすぐにお会いしたいとのことです。今よろしいでしょうか。俺がうなずくと、秘書は俺を社長室へ案内した。社長室の扉を叩く音が妙に緊張感を帯びて響く。どうぞ。扉の向こうには7年前より少し白髪とシワの増えた
如月社長の姿があった。お久しぶりです、社長。ああ、大河内くんか。よく戻ってきてくれた。社長の声は温かだったが、どこか以前とは違う威厳が感じられた。ふと、社長の横に見知らぬ女性が立っていることに気づいた。凛とした佇まいで、年の頃は20代半ばといったところか。こちらは、私の娘のレナだ。最近うちの会社に入社してね。俺の視線に気づいたのか、社長が紹介してくれる。江端が言っていた社長令嬢か。確かに社長によく似ている。同じ切れ長の目元に、すらりとした鼻筋。ただし、その眼差しには、社長にない鋭さがあった。如月玲奈です。彼女の挨拶はそっけなく、視線は俺を値踏みするように、上から下まで舐めるように見つめていた。実は大河内くん、君に頼みたいことがあってね。社長の言葉に、俺は静かにうなずいた。レナの教育係を任せたいんだ。教育係ですか？思わず声が漏れる。横目でレナさんの反応を伺うと、彼女は明らかに不満そうな表情を浮かべていた。レナさんは俺を一別すると少し声を落とした。父さん、私にそんなの必要ないわ。だって私、ずっと自分の力だけで結果を出してきたし、ちゃんと認められてるもの。なのに、わざわざこんな地味でパッとしない人の教育係なんて押し付けられても困るわ。私はもっとセンスのある、クリエイティブな人と仕事がしたいの。こんな人から一体何を学べっていうの？レナ、大河内くんは確かな実力の持ち主だ。海外でも実績を重ねてきた。見た目だけで判断するのは良くない。まあ、様子を見てやってくれないか。社長の声はどこか甘さがにじみ出ていた。俺はレナさんに向き直った。レナさん、僕にできることは精一杯させていただきます。教えるというより、一緒に学ばせていただければと思います。よろしくお願いします。俺が深々と頭を下げると、レナさんは勝手にしてと言わんばかりに背を向けた。そして、社長室を後にするので、慌ててついていく。レナさん。声をかけると、レナさんは歩みを止めた。振り向くことなく、低い声だけが返ってくる。今日からあなたの席は、私の隣です。くれぐれも、私の足を引っ張らないでよ。そう言い残すと、彼女はヒールの音を響かせながら、さっさとプロジェクトルームの奥へ消えていった。少しでも反論しようかと思ったが、今の彼女に何を言っても、聞き入れてはくれなさそうだ。気を取り直してオフィスを見回していると、いきなり背後から声をかけられる。おい、大河内、聞いたぞ。レナさんの教育係になったんだってな。なんでお前なんだよ。江端は椅子に深く腰掛けたまま、俺を睨んでいる。その目には明らかな敵意が浮かんでいた。さっき俺を案内してくれた時とは全然違うその態度に、俺は驚きながらも落ち着いて答えた。たまたまそうなっただけだよ。俺だって驚いているんだから。嘘つくなよ。どうせ海外でコネでも作ってきたんだろ。そうやって偉そうな顔して。欧米かぶれなだけでまともな実力もないくせに。レナさんの教育係なんておこがましいにも程があるんじゃないのか。江端の吐き捨てるような言葉に周囲の数人が振り向いた。しかし、すぐに目をそらす。荷物を整理しながら、俺は自分を落ち着かせるように深いため息をついた。本社に帰ってきたばかりだというのに、すでに波乱の予感が漂っていた。教育係となって1週間が経ったものの、レナさんの態度は一向に和らぐ気配がなかった。むしろ日が経つにつれ、その生意気さが際立ってきているように感じる。ちょっとしたアドバイスをしようと声をかけても、彼女はまず不機嫌そうに顔をしかめる。それ、私の作品にケチつけてるってこと？そんな言い方をされると、こっちも言葉を濁さざるを得ない。一方で、彼女は自分が手掛ける映像やデザインを一通り仕上げると、こちらの反応を待つわけでもなく、勝手に納品準備に取り掛かってしまう。ここ、もう少し光のニュアンスを調整した方が、遠慮がちに言いかけると、彼女はあからさまに不愉快そうなため息をついた。そういう理屈っぽいのいらないのよ。私の感覚を信じてくれる？どのみち、あなたがとやかく言ったところで、最終的に OK を出すのは私。教育係だからって威張りすぎないでちょうだい。こちらが提案しても、一別して、でと、冷たくあしらうのが常だ。しかも、
彼女は納品に向けての打ち合わせで他部署の人間とも絡むが、その時だけは妙に愛想よく振る舞うから、始末が悪い。俺が口を開けば、すぐにあなたは黙っててと遮られてしまうのだ。本来ならば、教育係として彼女が技術的に困っているところをフォローし、成長を促すのが役目なのだが、レナさんはまるで自分一人で大丈夫と言わんばかりに振る舞う。私に教えられることなんて何もないでしょ。そう言い放つ彼女を目の前にして、俺はどうにもやりきれない気持ちを抱え込むばかりだった。ちょうどそのタイミングで彼女に初めての大きな案件が舞い込んできた。大手化粧品メーカーの新商品 CM の色補正作業だ。高級ラインのスキンケアということで、全体的にナチュラルで上品なトーンが求められている。ターゲットは30代後半から40代の女性。透明感のある艶やかな肌をアピールするため、特に光の表現にこだわりたいとオーダーされていた。ねえ、これもう完成だと思うんだけど。作業を始めて3時間ほど経った頃、レナさんが声をかけてきた。彼女の画面にはモデルが使用している商品のクローズアップシーンが映し出されている。俺はレナさんの画面を覗き込んだ。確かに一見すると申し分のない仕上がりに見える。しかし少し気になる点が、このシーンの色補正なんですが、もう少し調整が必要かと。どこが？私には十分綺麗に見えるけど。レナさんの声には明らかな苛立ちが混じっていた。確かに今のモニター環境では綺麗に見えます。ですが、実際の放映環境って様々なんです。テレビの種類も視聴する部屋の明るさも違う。このままだと環境によってはブランドイメージとずれてしまう可能性が。はぁ？レーナさんは露骨に面倒くさそうな表情を浮かべた。もう期限まで2時間しかないのよ。あなたの意見を待っていたら間に合わないわ。でも、ここは慎重に判断した方がいいと思います。いいんです。私の判断に任せてください。そう言うと、レナさんは素早くマウスを操作し、データを出力し始めた。ちょっと。何をそんなに心配してるの？父だって私の感性を信じているって言ってくれてるの。余計な心配はいらないから黙っててくれる？画面には出力完了の文字が浮かんでいた。レナさんはすぐさまメールを作成し、クライアントへとデータを送信した。これで終わり。簡単でしょ？レナさんは得意げな表情を浮かべる。エバタが遠巻きにニヤニヤしながらこちらを見ている気配がした。俺は不安を隠しながら静かに席に戻った。数日後、企画部長からの緊急の呼び出しを受けて会議室に入ると、すでにそこには重苦しい空気が漂っていた。スクリーンにはレナさんが納品した映像が映し出されている。企画部長が疲れた表情で切り出した。レナさんが担当した CM の件です。昨日の夜、クライアントからクレームの電話が来ました。液晶テレビでは確かに綺麗に見えます。ですが、有機 EL テレビで見ると、部長がリモコンを操作すると、別のモニターに同じ映像が映し出された。なんてことだ。俺の喉から思わず言葉が漏れる。スキンケア商品を手に取るモデルの手の表面が不自然な青みを帯びて映し出されているのだ。高級化粧品の CM で肌の色がこんな風に歪んでしまうなんて。これだけではありません。一般家庭用のテレビで視聴すると、商品ボトルの輝きとして設定した部分がまるでボトルに傷があるように見えるそうです。ブランドイメージが著しく損なわれると先方は激怒しています。企画部長は続ける。その時、会議室のドアが開き、如月社長が入ってきた。表情は普段の穏やかさを完全に失っている。社長の視線が俺に向けられた。大河内くん、君はレナの教育係としてこの映像のチェックはしたのか？はい、色補正の調整が必要だとアドバイスはしたのですが。しかしレナは聞き入れなかった？そうです。社長は深いため息をついた。そして企画部長に向かって言う。レナを呼んでくれ。数分後、レナさんが会議室に入ってきた。映像の不備を説明されるなり、彼女の顔から血の気が引いていく。しかし、次の瞬間、彼女は俺を指さした。違います。これは大河内さんの責任です。レナさんの声が会議室に響き渡る。だって、私が相談しても、具体的なアドバイスはくれませんでした。それに、私の提案を否定ばかりするんです。調整が必要ですって言うだけで、どう直せばいいのかまで教えてくれなかったんです。
それは違いますって言うばっかりで、建設的な意見は一つもなくって。レナさんの目には涙が浮かんでいた。その時、失礼しますと言って、会議室にエバタが入ってきた。突然すみません。事情を聞いていても立ってもいられず、私も気になっていたんです。大河内くんはレナさんの指導を全然していませんでした。私の席から見ても、ほとんど会話もない。手取り足取り教えるどころか、自分の作業に没頭してるだけでした。そうでしたよね、皆さん。エバタは会議室を見回した。社員たちは戸惑っている様子を見せる。するとレナさんがすすり泣きながら訴え始めた。私一生懸命やったのに、なのに大河内さんは何も教えてくれなかった。海外の経験を自慢するくせに、本当に役立つアドバイスは何一つ。俺は言葉を失っていた。確かに、もっと強く意見すべきだったのかもしれない。でも、大河内くん、君にはがっかりだ。社長の声は冷たく響いた。レナは幼い頃から誰よりも映像に情熱を注いできた。センスも努力も誰にも負けない。そんな彼女に問題があるわけがない。君は海外でのキャリアを鼻にかけて真摯に向き合おうとしなかったんだろう。社長の声が徐々に上がっていく。そんなことは、もういい。この責任は君に取ってもらう。君との契約は本日で終了とする。ちょっと待ってください。私にも言い分が。俺は一生懸命に食い下がった。が、社長は憤りを含んだ目を俺に向ける。何を言い訳する気だ？娘を傷つけておいて、まだ何か言うつもりか？その言葉に会議室が静まり返る。わかりました。俺はゆっくりと立ち上がった。これ以上抵抗しても無駄だということが分かったのだ。お世話になりました。深々と頭を下げる。視界の端でエバタがほくそ笑むのが見えた。会議室を出るとき、レナさんと目が合う。彼女はすぐに目をそらしてしまった。俺は自分の席に戻り、静かに片付けを始めた。10年前、希望に胸を膨らませてこの会社に入社した日のことを思い出す。そして、海外で一生懸命に学んだ日々。それらすべてがこんな形で終わるなんて。がらんとしたオフィスに一人佇む。外はまだ明るかったが、俺の心は暗く沈んでいた。会社を追われるような形で退職してから3日が経っていた。街の雑踏の中、俺は行くあてもなく、ふらふらと歩いていた。行き交う人々の視線が気になったが、もうどうでもよかった。こんなはずじゃなかったのに。つぶやきながら、コンビニの店頭ガラスに映る自分の姿に、ふと立ち止まった。10年間一生懸命積み上げてきたものが、まるで砂の城のように崩れ去ってしまったのが、はっきり映っている。ロサンゼルスに戻ることも考えたが、現実的ではない。かといって、この業界で転職するのも難しいだろう。実際、知り合いに連絡を取ってはみたのだが、如月社長が俺のことを足ざまに評しているのが耳に入っているらしく、どこも雇ってくれない。もう、どうすれば。雑踏の中で立ち止まり、どこかに消えてしまいたいと思った。その時だった。相馬じゃない？突然、明るい声が響いた。振り向くと、そこには高校時代の同級生、相沢由衣が立っていた。由衣は華やかなスーツ姿で、艶やかな黒髪を風に揺らしている。昔から美人だったが、今はさらに大人の魅力が増していた。由衣は満面の笑みを浮かべながら駆け寄ってきた。本当に相馬だ。すごい偶然。でも、あれ？海外にいたんじゃないの？一体どうしたの？その屈託のない笑顔に、これまで一生懸命に抑えていた感情が少しずつほぐれていく。それが、実は会社をクビになって。俺は苦笑いを浮かべた。すると、ユイの表情が一変する。ちょっと、それは大変じゃない。彼女は俺の顔をじっと見つめた。私、時間あるけど、お茶でもしない？その優しい声に、思わず目頭が熱くなる。いや、そんな、迷惑かけられないよ。何言ってるの？高校の時、相馬にはすっごくお世話になったじゃない。今度は私の番よ。ユイは俺の腕を軽く叩いた。それから彼女は近くのカフェを指さす。ね、とりあえず座ってゆっくり話そう。その微笑みにはどこか懐かしい温かさがあった。まるで高校時代に戻ったような気持ちになる。ありがとう。俺の声はかすかに震えていた。カフェに入り、コーヒーを飲みながら俺はユイに事情を説明した。一通り話を聞いたユイは目を伏せる。
そんなことが。でも相馬って7年間ロサンゼルスでやってきたんだよね。そこまでの経験を持つ人を。まあ、結局実力不足ってことなんだろうな。俺はカップを手にくるくるとかき混ぜながら自重気味に笑う。ふと見上げると、ゆいが真剣な眼差しで俺を見つめていた。実は私も映像の仕事をしているの。え？ 4 年前に立ち上げた会社なんだけど。ゆいはスマートフォンを取り出し、会社のウェブサイトを見せてくれた。桜クリエイティブっていうの。ウェブ CM やショートフィルムを中心に新しい表現に挑戦し続けているわ。小さな会社で若手しかいないけど、みんな情熱を持って頑張ってるの。ゆいの声には誇りが滲んでいた。それで今ね、大きなプロジェクトを進めてるんだけど、ちょっと行き詰まってて。どんな案件？自動車メーカーのブランド映像。若手の感性を評価してもらって獲得した案件なんだけど、カラーグレーディングの部分で、なかなか、クライアントの求めるトーンが出せなくて。ゆいは少し言葉を詰まらせる。色の仕上げか。思わず、専門家として興味が湧いてくる。するとゆいが突然、明るい表情になった。ねえ、ちょうどいいから見てくれない？いや、でも。オフィスまで歩いて10分くらいなの。ほら、このまま帰るよりも気が紛れるでしょ？その瞳には、高校時代と変わらない無邪気な輝きがあった。わかった。俺は小さくうなずいた。少なくとも、今の自分には失うものなど何もない。じゃあ行こっか。ゆいが嬉しそうに立ち上がる。その笑顔に、俺の心の中の暗い影が少しずつ晴れていくのを感じていた。桜クリエイティブのオフィスは古いビルを改装した開放的な空間だった。壁一面の窓からは柔らかな午後の日差しが差し込み、若いクリエイターたちが自由な雰囲気の中で作業をしている。みんな、ちょっと集まって。ゆいの声に数人のスタッフが好奇心あふれる表情でモニターの前に集まってきた。今日は特別にすごい人に来てもらえることになったの。大河内相馬くんって言って、ロサンゼルスで7年働いてきた人なのよ。その説明に社員たちがざわめいた。俺は少し気恥ずかしくなって視線をそらす。早速俺はゆいが困っているという映像を見せてもらった。若手社員が操作する画面には、高級車が夕暮れの海岸線を走り抜けるシーンが映し出されていた。確かに美しい映像なのだが、どこか物足りない。ここの部分が特に苦手で。俺は黙って映像を見つめる。夕日に照らされたボディの輝き、空と海の境界線、砂浜に落ちる車の影。7年間で培った経験が自然と頭の中でシミュレーションを始めていた。少し触らせてもらってもいいですか？緊張気味に座っていた若手社員が慌てて席を外してくれる。マウスに手を伸ばし、まずは全体の色温度を微調整。夕暮れ特有の温かみのある光を強調しながら、車体の質感は冷たさを残す。ここで、俺は画面を区分けし、空と海の境界線付近にだけマスクをかける。グラデーションを綿密に作り込んでいく。そして、車のボディに映る景色の反射を抽出し、わずかにサイドを上げる。ほんの少し。でも、そのほんの少しが決定的な違いを生む。最後に全体の階調を整え、バランスを整えていく。作業時間はわずか10分ほど。これでどうでしょう。再生ボタンを押すと、うわ！すごい！何これ？周囲から驚きの声が漏れる。先ほどまでどこか平板だった映像が、まるで息を吹き込まれたように生き生きとしていた。夕日に照らされた車体が官能的に輝き、海と空が織りなすグラデーションが見る者の心を癒す。そして砂浜に落ちる影がより一層ドラマチックな演出を加えていた。嘘！たった10分でこれさっきのと同じ映像なの？誰かが信じられないという口調でつぶやく。ほんの少しの調整です。元々の映像が素晴らしかったので、俺は控えめに答えた。ゆいが息を飲んだような声で俺を見つめていた。その目には何か強い決意のようなものが浮かんでいる。これが私の求めてた色。ずっとここまでの表現を目指してたの。彼女は一度深く息を吸い、言葉を続けた。相馬、私はあなたのセンスを信じてる。だからうちに来てくれない？一緒に桜クリエイティブを大きくしよう。その言葉に
胸が熱くなった。たった数時間前まで真っ暗な気持ちで街をさまよっていた。もう二度と自分の技術を生かす場所はないんじゃないかと。なのに今、目の前には思いがけない光が差している。それも高校時代の同級生から。周りの社員たちも期待に満ちた表情で俺を見ている。若い彼らの眼差しには純粋な憧れのような表情が浮かんでいた。俺で本当にいいの？もちろん。即答するゆいに思わず笑みがこぼれる。わかった。こちらこそよろしくお願いします。深々と頭を下げると、ゆいは弾むような声を上げた。よかった。これからよろしくね、相馬。周りから自然と拍手が湧き起こる。その音が新しい始まりを告げているようだった。桜クリエイティブでの新生活が始まって1ヶ月が経とうとしていた。桜クリエイティブはたった15人ほどの小さな会社だ。けれど、その分だけメンバー全員の個性が際立っている。大河内さん、これってどうですか？若手社員が商業施設のウェブムービーの色調整画面を見せてきた。いい感じだけど、もう一工夫できそうだな。俺は彼の隣に腰を下ろし、ゆっくりと説明を始める。この部分、光の当たり方が不自然に見えるでしょ。実は、光には必ず3つの要素があるんだ。色温度、強さ、そして方向性。ここの照明は温かみのある光なのに、商品が冷たい印象になってしまっている。環境によっては違和感が出てくる可能性が高い。一つ一つの作業を理論的な裏付けとともに解説していく。若手社員は目を輝かせながらメモを取っている。わあ、全然違う。調整を終えた映像に若手社員が簡単の声を上げた。館内の照明が織りなす陰影がより自然な形で画面に溶け込んでいる。こういうのをハリウッドでよくやるんだよ。そう言いながらふと気づく。いつの間にか自分の経験を話すことにためらいがなくなっていた。大河内さん。今度は映像編集チームのリーダーが声をかけてくる。新しいアパレルブランドの CM で色味の方向性に悩んでいるという。これ、若い女性向けに清潔感を出したいんですけど。なるほど。モニターに映る映像を見つめながら俺は口を開く。この商品のターゲット層って確か20代後半？だったらサイドは抑えめにしてその分色温度で表現するといいかも。こんな感じ。俺は素早くマウスを動かし色調整のパラメータを操作する。まず全体のサイドを3割ほど落とし、代わりに光の温度を微調整。画面の中で商品のパッケージが柔らかな輝きを帯び始める。さらに背景の階調を整えていくと洗練された大人の雰囲気が徐々に浮かび上がってきた。作業を見守るリーダーの目が徐々に大きくなっていく。すごい。たった数秒で雰囲気が全然変わりました。どうしてこの調整でこんなに印象が変わるんですか？ターゲット層の生活環境を想像してみるんです。20代後半の女性がこの商品を手に取る時間帯や場所、光の環境を想像してみてください。仕事帰りの夜、コンビニの蛍光灯の下かもしれないし、自宅の LED 照明の下かもしれない。そういう様々な環境下でも商品の魅力が正しく伝わるように色を設計していくんです。なるほど。他にもこういう年齢層に効果的な色の使い方ってあるんですか？リーダーは熱心にメモを取りながら次々と質問を飛ばしてくる。照明の当て方、質感の表現方法、色相の選び方。彼女のようにこの社内の誰もが知識を吸収しようという強い意欲を持っている。質問も遠慮がない。それはユイが作り上げてきた自由な社風のおかげだろう。そして一日の終わり、ミーティングルームでは活発な意見交換が行われていた。この赤はもう少し。いやーでもストーリー的には。俺は黙って若手たちの議論に耳を傾ける。彼らの意見には時として専門家である俺も気づかなかった視点が含まれている。こうやって聞いているだけでもとても勉強になった。そんな日々を重ねるうちに会社の作品は確実に変化を遂げていった。ウェブ CM の再生回数は着実に伸び、クライアントからの評価も上がっている。SNS では桜クリエイティブの映像は色が違う。見ていて心地よいといったコメントが増え始め、業界内でも新しい色彩表現として注目を集めるようになっていた。特に若手クリエイターたちの間では、俺たちの作品のカラーパレットを研究しようという動きも出てきたという。相馬のおかげね。
ある仕事終わりの夕方、ゆいがコーヒーを差し出しながらそう言った。いや、みんなが頑張ってるから。でも、あなたが来てから、スタッフの目の輝きが変わったの。私にはわかるよ。窓の外では夕日が沈もうとしていた。その光はオフィスを優しく包み込んでいた。ねえ、覚えてる？高校1年生の時の美術展のこと。ゆいが窓際に立ったまま懐かしそうに言った。その言葉に10年以上前の記憶が蘇ってくる。俺とゆいは同じ美術部に所属していたのだ。私ね、あの時本当は出品を諦めるつもりだったの。先輩にこんな絵じゃダメだ、センスがないって言われて。ゆいの声が少し震える。夕日に照らされた横顔が一瞬高校生の頃の彼女と重なって見えた。でも相馬が、俺には光の使い方が素晴らしく見えるって言ってくれた。俺はゆいが描いた絵を思い出していた。あの時のゆいの絵は確かに独特だった。誰もが明るく描く運動場の風景を彼女は夕暮れ時に設定していた。部活帰りの生徒たちの影が長く伸び、校舎の窓に映る夕日が印象的な作品だった。相馬は細かく説明してくれたよね。光と影のバランスとか、逆光の効果とか。まあ、当時から色にはうるさかったから。違うの。ゆいが俺の方を向いた。その目には涙が光っていた。あなたは私の視点を認めてくれた。誰も評価してくれなかった私の表現を、価値があるって。彼女は少し言葉を詰まらせる。あの後、私迷わず美術展に出した。それがまさか、県展で入賞するなんて思ってもみなかったけど。すごく良かったからね、あの作品。あの時の経験が私の原点になったの。誰かの表現を正しく評価できる場所を作りたいって。それが桜クリエイティブを立ち上げたきっかけ。夕日が俺たちの影をオフィスの床に長く伸ばしていく。ゆいの口が小さく弧を描いた。相馬って変わってないよね。ゆいがまるで昔の話をするように微笑みながらそう言った。その言葉に一瞬戸惑いを覚える。どういうこと？俺が問い返すと、ゆいはふわりと笑みを深めた。今だってスタッフのいいところを見つけて優しく伸ばしてあげてるじゃない。それって高校の頃からそうだったよね。私覚えてるよ。あの時も美術部のみんなにアドバイスしてくれて、絵の良さを肯定してくれた。ゆいの言葉は素直に嬉しかったが、同時に心のどこかに暗い影が差すのを感じる。思わず目を伏せながら、俺は胸の奥のわだかまりを噛み締めた。でも俺、教育係としては失敗してるよ。感動ピクチャーズで指導する立場だったのに何一つうまくいかなかった。むしろ嫌われて、それで会社を追い出されるような形になって。あの時の悔しさや無力感がまだくすぶっている。何度ももっとこうすればよかったと自分を責めた。しかし今でも本当にどうすれば正解だったのかわからないままだ。相馬。ゆいは心配そうに俺の手をそっと握った。温かい手のひらの感触が暗い記憶を少しだけ和らげてくれる。人にはそれぞれタイミングがあるし、話を聞く準備ができてるかどうかもバラバラだよ。レナさんだって、その時はまだ自分の殻に閉じこもってたんじゃないかな。あなたが本気で相手を思っても、受け止める側にもいろいろ事情があるし。優しい声でそう諭してくれるゆいに、俺は気まずそうに笑いながらうなずく。彼女の言う通り、相手が受け入れる準備ができていなければ、どんな正論やアドバイスも空回りしてしまう。大丈夫。あなたの優しさは必ず誰かの力になるよ。私が保証する。その笑顔に胸の奥のわだかまりがほんの少しほどけていくような気がした。桜クリエイティブで働き始めてから半年が経った頃、俺たちはグローバルフィルムアワードに作品を提出した。グローバルフィルムアワードは世界40カ国以上から映像クリエイターが集まる国際映像コンペティションだ。特にカラーグレーディングの評価に定評があり、ここでの受賞は世界的な評価につながるとされている。毎年ロサンゼルスで本選が行われ、各国の代表が腕を競い合う。本選に出るにはまずは各国の予選を突破しなければならない。今日はその予選の日だ。桜クリエイティブが挑戦したのはテーマピースオブライフ部門。3分間で人生の一瞬を切り取る短編作品を競う枠だ。会場に到着すると入り口で聞き覚えのある声がした。
おや、相馬じゃないか。振り向くと、そこにはレナさんとエバタが立っていた。久しぶり。俺が軽く会釈すると、エバタがレナさんの肩に手を回した。噂は聞いてるよ。お前桜クリエイティブに入社したんだってな。しかしまさか、お前らも参加してたとはな。俺たちも出場してるんだよ。エバタが高慢な態度で言う。その時、ユイが俺の隣に立った。あら、感動ピクチャーズの方？私、桜クリエイティブの相沢です。ユイの声には、どこか冷たいものが混じっていた。するとレナさんが、嘲笑うかのような表情を浮かべた。あなたがこの人を拾った物好きね。でも気をつけた方がいいわよ。この人、どうせまた自分の意見ばかり押し付けて、周りの足を引っ張るんだから。それにしても、こんな地味で使えない男を雇うなんて、あなたの会社大丈夫なの？私たちの会社で何の役にも立たなかったのよ。レナさんの言葉に、ユイの表情が険しくなっていく。そんな彼女の様子に気づいていないのか、エバタは得意げに続けた。そうそう。俺今レナと付き合ってるんだぜ。このコンペで優勝して、次は社長の椅子も約束されてんだ。優勝って、まだ気が早いんじゃ。思わず口から漏れた言葉に、エバタの表情がこわばる。何？いや、なんでも。正直に言ってやるよ。お前らもう負けは決まってんだよ。どういうことだ？俺が尋ねると、エバタは意地の悪い笑みを浮かべながら、わざとらしく周囲を見回した。まるで、ここだけの話と言わんばかりに声を潜める。予選は俺たちが突破することになってる。もう根回しは済んでるんだよ。その言葉に一瞬意味が飲み込めず、俺は眉を潜めた。根回し？なんだそれ。エバタは鼻で笑い、ゆっくりと肩をすくめる。気づかないか？俺たち感動ピクチャーズは業界でそれなりに顔が利く。社長も審査員の何人かとは旧知の仲だし、言ってみりゃお世話になってる関係ってわけだ。言うまでもなく、仕事だろうがコンペだろうが勝ちを確実に手に入れる方法はあるってことさ。そんな、それってまさか審査員を買収したってことか。俺の声が震える。さすがにそこまで露骨な真似はありえないだろうと思いたかった。でも、エバタはさらに追い打ちをかけるように唇の端を吊り上げる。買収なんて汚い言葉だな。そう言わないまでも、持ちつ持たれつってやつだ。向こうがこっちの仕事を優遇してくれる代わりに、うちはそれ相応の恩返しをしてるってだけ。ビジネスの世界じゃ普通だろ。その余裕たっぷりの表情が、どうしようもなく腹立たしい。だが、何よりも悔しいのは、エバタの言うことがまるで当然のように聞こえてしまうほど、この業界では裏工作が囁かれてきたという事実だ。そんなのフェアじゃない。一生懸命に声を上げても、エバタには馬耳東風らしい。あからさまに鼻で笑われる。お前夢見てるんじゃねえよ。フェアなんて綺麗事はこの世界に通用しないんだ。結果が全て。上に行きたきゃ手段を選んでられないんだよ。ま、零細の桜クリエイティブには関係ないかもしれないけどな。そう言うと、エバタは勝ち誇ったように胸を張った。悪いことは言わない。何も知らないくせに勝ち目のない勝負に首を突っ込むな。どうせ予選で落ちるんだから、せいぜい言い訳でも考えとけよ。最後まで不敵な笑みを絶やさず、エバタはきびすを返して去っていく。彼の足音が遠ざかるにつれ、こちらの胸の奥では、悔しさだけが燃え上がるように残っていた。相馬。ユイが心配そうに俺を見つめる。大丈夫。俺たちには伝えたい思いがあるんだから。俺は微笑んだ。緊張感が漂う会場で予選は始まった。数本の映像が上映された後、感動ピクチャーズの映像が始まる。では、感動ピクチャーズの作品をご覧ください。会場が暗転し、スクリーンに映像が流れ始める。都会的なテイストで作られた3分間の映像は、確かに技術的には申し分ない。最新の CG 技術を駆使し、スタイリッシュな映像美を追求している。しかし、どこか魂が抜けているような、そんな印象を受けた。上映が終わり、会場に通常照明が戻る。それでは、感動ピクチャーズの如月玲奈様、この作品についての解説をお願いします。会場内に拍手が広がる中、レナさんがゆっくりと壇上へ上がった。ハイヒールの音がやけに強く響いているように感じた。あれ？俺は小さくつぶやく。いつものレナさんとは様子が違うように見えたのだ。完璧に決めたスーツとメイクの下で、
表情が明らかにこわばっている。ただいまより、感動ピクチャーズの作品、永遠のその先へのご説明を。声が震えている。レナさんは原稿に目を落とすが、その手が小刻みに震えているのが見えた。額に薄い汗が浮かび、真っ赤に染まった唇がかすかに動く。しかし、言葉にならない。私たちの作品は、言葉に詰まったまま、5秒、10秒と、時間だけが無情に過ぎていく。会場がざわめきに包まれ始める。意を決して、俺は手を静かに上げた。質問よろしいでしょうか。会場に響いた俺の声に、レナさんは驚いたように顔を上げた。俺は優しく微笑みながら続ける。作品の冒頭のシーンについて伺いたいのですが、都市の夜景が一瞬で朝に変わるシーン、あれは時の流れを表現されたんですよね。はい、その通りです。レナさんの声が少し落ち着きを取り戻す。俺は努めて優しい声色を出しながら続けた。素晴らしい色彩でした。特に夜から朝への移り変わりで使われた青から黄色へのグラデーション。あれはレナさんならではの感性だと思います。はい。実は、あのシーンには特別な思いを込めたんです。現代社会は目まぐるしく変化していきます。でも、その中にも変わらない永遠があるはず。それを表現したくて、この作品にはそんな永遠と変化の共存を書きたいと思いました。レナさんは原稿を見ることもなく自分の言葉で語り始めた。その声が徐々に強さを増していく。会場の空気も少しずつ変わっていくのを感じた。よくわかりました。ありがとうございます。俺は静かにうなずいた。その言葉にレナさんは小さく会釈を返す。もう彼女の手は震えていなかった。そのままレナさんは作品に込めた思いを5分間途切れることなく語り続けた。最後に深々と頭を下げると、会場からは温かい拍手が湧き起こった。壇上を降りるレナさんの表情にはかすかな安堵の色が浮かんでいた。そして俺の方へほんの一瞬感謝の眼差しを向けたように見えた。ねえ、相馬。耳元でユイの声が聞こえた。なんであんなことしたの？あの子、相馬のこと散々ひどく言ってたのに。俺は少し考えてから素直に答えた。教育係だったからかな。放っておけなくて。もう教育係じゃないでしょ？でも、言葉を探していると、ユイが少し拗ねたような声を出した。その声に思わず横を向く。ユイは不機嫌そうに腕を組み、視線をそらしていた。その仕草が妙に可愛らしくて、思わず笑みがこぼれそうになった。何？なんでも。俺は慌てて前を向き直した。しかし、胸の中がなぜかほんのり温かくなっているのを感じていた。続きまして、桜クリエイティブの作品をご覧ください。司会者のアナウンスが響き、会場が再び暗転する。俺は小さく深呼吸をした。隣でユイがそっと手を握りしめてくる。スクリーンに作品のタイトル、その光は今もが映し出された。映像は古い写真館を舞台にしている。デジタルカメラ全盛の現代に、フィルムカメラにこだわり続ける老写真師と記念写真を撮りに来た親子の物語だ。冒頭、モノクロで始まる映像。古びた暗室でフィルムを現像する写真師の手元がゆっくりとクローズアップされる。赤い安全光の中、現像液に浸されたフィルムから少しずつ像が浮かび上がってくる。そこから場面は写真館のスタジオへ。今度は鮮やかなカラーで晴れ着姿の少女とその母親が写真を撮る準備をしている。写真師は古いカメラを丁寧にセッティングする。もうデジタルの方が楽なのに、とつぶやく母親。その時、少女が写真館の壁に飾られた一枚の写真に目を留める。それは20年前、同じ写真館で撮られた母親の七五三の記念写真だった。お母さんこれ。気づいた母親の目に涙が浮かぶ。今は亡き祖母と一緒に写った思い出の一枚。時の流れに色あせることなく、その瞬間の輝きを永遠に留めている。撮りましょうか。写真師の静かな声が響く。最後のシーン。現像された写真には、親子の笑顔が優しく刻まれていた。その横で20年前の写真と同じポーズを撮る二人。世代を超えて受け継がれる思いを色彩の対比で表現した。俺たちの映像が終わると、
会場に静寂が広がった。その時、最前列の審査員の一人がゆっくりと立ち上がった。見事です。色調の使い分けが秀逸です。過去と現在、デジタルとアナログ、そして親子の絆、それぞれの光を見事に表現していますね。特に印象的なのは、ラストシーンでの色使い。過去の写真のセピア調と現在の鮮やかな色彩が絶妙なバランスで溶け合っている。カラーグレーディングの技術が世界レベルです。審査員の賛辞の声に会場からも大きな拍手が湧き起こる。隣でユイが小さく拳を握りしめていた。やった。そのささやきにはこれまでの苦労と喜びが全て詰まっていた。プレゼンのため俺はゆっくりと壇上に立った。声を発しようとしたその時だった。前列の審査員の一人が突然立ち上がった。アメリカの有名な映画監督だ。ちょっと待て。もしかしてお前は相馬大河内じゃないか。ハリウッドカラー協会が認定した唯一の日本人カラーリストの。彼の言葉に会場がざわめき始める。後方では海外メディアのカメラマンたちが一斉にシャッターを切り始める。相馬大河内、本当に？なんで日本にいるの？彼はまだロサンゼルスで働いていると思っていたのに。ささやきが次々と飛び交う。最前列では他の審査員たちも立ち上がり始めていた。客席のユイは目を丸くして俺を見つめている。レナさんとエバタが座る列からは小さな悲鳴のような声が聞こえた。会場の視線を一身に集めながら俺は静かに過去を振り返った。7年前、ロサンゼルスに渡った時から全てが始まった。当初は語学も拙く、現場でも苦労の連続。それでも色彩の世界には国境はないと信じていた。昼は制作会社でアシスタントとして働き、夜は独学でカラーグレーディングを学ぶ日々。給料のほとんどを最新のソフトウェアや教材の購入につぎ込んだ。転機は3年目に訪れた。あるインディーズ映画の色補正を任された時のことだ。予算も時間もない中、限られた機材で最大限の効果を引き出そうと、新しい手法を編み出した。その作品が映画祭で高い評価を受け、ハリウッドの大手スタジオの目に留まった。そこから大作映画の色補正を任されるようになった。日本人として初めてハリウッドカラーアソシエーションの認定を受けたのは5年前のことだ。海外での日々を脳裏に浮かべていると、審査員の一人が問いかけてきた。なぜ日本に帰ってきたんだ？向こうでならもっと活躍できたんじゃないか。俺は少し言葉を選んでから答えた。確かに向こうでの評価はいただけました。でも日本の映像文化にも独自の美しさがある。その価値をもっと世界に伝えたいと思ったんです。会場に深い静寂が広がった。エバダやレナさんたちが驚きの表情で俺を見つめている。中でもレナさんはまるで別人を見るような目をしていた。俺は姿勢を正した。それでは作品について説明させていただきます。この作品のテーマは人生の輝きをとどめる瞬間です。深く息を吸って俺は言葉を紡ぎ始めた。スクリーンにはもう一度作品の場面が映し出される。デジタルの時代になぜフィルムにこだわるのか。それは一瞬一瞬に込められた思いをより深く刻みつけたいから。写真師の技術は決して効率的ではありません。でもその手間暇の一つ一つが人生の大切な瞬間を永遠の輝きに変えていくんです。俺は暗室のシーンを指さした。この赤い安全弧、フィルムが現存されていく様子、一見ただの技術的な過程に見えるかもしれません。ですがこの光の中でこそ人々の思いは形になっていく。そして親子のシーンへ。現代の鮮やかな色彩と20年前のセピア色、この2つの時間の交差は決して対立するものではありません。むしろ互いを照らし合い、より深い輝きを生み出していく。言葉を続けながらふと気づいた。かつて感動ピクチャーズでは自分の意見を言えなかった日々を過ごしていた。しかし今は違う。この場所で自分の信じる表現を胸を張って語ることができる。俺は会場全体を見渡した。最後に、この作品は桜クリエイティブの仲間たち全員の思いの結晶です。若いスタッフたちの感性と私の経験、それらが重なり合って新しい光を生み出せたと信じています。一瞬の静寂の後、会場から大きな拍手が湧き起こった。その音はまるで波のように広がっていく。前列の審査員たちも立ち上がり拍手を送ってくれている。壇上から見下ろすと、ユイが涙を浮かべながら微笑んでいた。
その隣では、社員全員が誇らしげな表情を浮かべている。そして、少し離れた場所で、レナさんがじっと俺を見つめていた。その目には、かつての傲慢さはなく、切なくも温かな光が宿っていた。すべての映像の上映が終了し、あとは結果を待つだけとなった。審査員の一人が壇上に立つと、会場の空気が固まった。ユイが祈るように両手を胸の前で組む。グローバルフィルムアワード2025日本予選。グランプリの栄光に輝くのは、桜クリエイティブ。その光は今も。歓声が会場を包み込む。社員全員が抱き合って喜ぶ中、ユイが俺に飛びついてきた。やったよ、相馬。ああ、やったな、ユイ。俺も、一目も構わず、ユイを抱きしめた。会場全体が温かい拍手に包まれる。俺は幸福の中にいるのを感じた。すべての工程が終了し、俺は控室に向かっていた。その時、廊下で如月社長と江端が、審査員の一人の腕を掴んでいる場面を目撃した。話が違うじゃないですか。確かに金は払った。なのになぜうちが選ばれなかったんですか？江端の声が廊下に響く。その声には、ただならぬ怒りが含まれていた。隣の如月社長は、普段の温厚な表情を失っている。壁際に追い込まれた審査員は、冷や汗をかいていた。そうは言われてもね、私だって根回しは完璧にしたはずだったんだよ。だけどそれを、桜クリエイティブの素晴らしい映像が上回ったんだ。なんだと？金返せよ、このペテン師。江端が審査員の胸ぐらを掴もうとした。江端、やめろ。廊下の角から俺は静かに姿を現した。俺が顔を見せた途端、一瞬その場が凍りつく。壁際に追い詰められていた審査員は、今が好機とばかりにさっと身を引いて、足早に立ち去っていった。江端は俺を振り返り、怒りに歪んだ顔で吠える。お前か、この野郎。せっかくの完璧な計画が、お前のせいで水の泡だ。何がハリウッドで認められただよ。そんなもん知るか。怒りのままに詰め寄ると、勢いよく俺の胸ぐらを掴む。その力は明らかに常軌を逸していた。俺はな、この業界のトップにのし上がるんだよ。レナと結婚して、社長になって、そのために全部根回しして、勝ちを確実にして、それが、こんなところでつまずいてたまるかよ。江端の目は、どこか狂気を帯びていて、俺の胸ぐらを掴む手に全く緩みがない。激しく揺さぶられながらも、一生懸命に踏ん張っていると、背後から悲鳴にも似た声が聞こえた。トール、もういい加減にして。声の主はレナだった。震えるような口調で、彼の腕を一生懸命に押さえる。私たちが負けたのは、彼より実力が及ばなかっただけ。それだけのことなのよ。レナ。江端が絶句する。レナさんは声を震わせながら続けた。お金で買った勝利なんて何の意味もない。本当は分かってたんでしょ？私たちの作品に魂が入ってないって。そして、レナさんはゆっくりと俺の方を向いた。そして、深く息を吸う。大河内さん、私、あなたの実力を全く見ようとしていなかった。自分のプライドが邪魔をして、あなたの凄さに気づいても見て見ぬふりをしてたんです。だから、あの時あなたの言葉に耳を傾けようとしなかったし。挙句の果てには私のミスまで押し付けてしまって。本当はずっと分かってました。あなたには優れたセンスと技術があるって。私には到底かなわない圧倒的なものを持っているって。でも、その事実を認めると、自分が小さく見えてしまいそうで怖かったんです。だから、本当にごめんなさい。レナさんが深々と頭を下げる。もし、いつか可能なら、もう一度一緒に仕事がしたいです。今度はあなたのアドバイスをちゃんと受け止められる自分でいたいから。その言葉に、江端が大きく目を見開いた。何言ってんだよ、レナ。こいつなんかにお前が謝る必要はない。こんな奴と一緒に仕事をしたいだなんて。トール、あなた気づいてたんでしょ？私に実力がないって。そんなことは。江端が苦虫を噛みつぶしたような表情を浮かべる。俺はゆっくりと一歩前に出た。江端、君はレナさんを傷つけないように、彼女に何も指摘をしなかったみたいだけど、それは間違いだ。本当の恋人なら、お互いの弱さも足りないところも、ちゃんと向き合えるはず。むしろ、お互いの欠点を指摘できる関係こそが、本物の信頼関係だと思う。今度は、如月社長の方に向き直る。如月社長も同じです。娘さんを守ろうとするあまり、彼女の成長する機会を奪ってしまった。
本当の親子なら、時には厳しい言葉も必要なはずです。廊下に重い沈黙が流れる。江端はうつむいたまま、拳を震わせていた。如月社長の目には、大粒の涙が浮かんでいた。やがて、如月社長がゆっくりと顔を上げた。大河内くん、申し訳なかった。私は経営者として、人として、大きな過ちを犯してしまった。本来なら、誰よりも会社の未来を見据えて、冷静な判断を下さなければならない立場なのに、娘を守ろうとするあまり、彼女の成長の機会を奪っていたんだ。娘の力を正しく評価することよりも、ただひたすらに甘やかすことが愛だと勘違いしていた。結果的に、娘自身をも追い詰め、そして何より、君をこんな形で追いやることになってしまった。私の不徳の致すところだ。心から申し訳ないと思っている。如月社長の声は震えていた。江端も深く息を吸い込んでから口を開いた。大河内、俺だって分かってたさ。お前は昔から何でも器用にこなすし、人の信頼を集めるのもうまい。俺とは違って、いざという時の度胸も覚悟もある。だから、お前が日本に戻ってくるって聞いた時正直焦ったんだよ。どうやっても勝てる気がしなくて、こんな方法しか思いつかなかったんだ。江端は苦しげに唇を噛み締めたまま続ける。俺は一生懸命だったんだ。どうやってもお前に追いつけないって頭じゃ分かってた。けど、だからって諦めるわけにはいかなくて、大きな仕事を取って会社での地位を固めて、レナさんとの関係だってどうにかして勝ち組に入りたかったんだよ。そうしなきゃ自分がすごくちっぽけに思えて。江端は目を伏せる。心なしかその肩は小刻みに震えていた。ひどい裏工作までして、それをぶち壊された今、俺はどうすりゃいいんだよ。全部失ったような気分だ。会社にだって迷惑かけて、レナさんにも嫌われて、もう終わりだ。俺は静かに息を吸い、江端の視線をまっすぐ受け止める。誰だって間違うことくらいあるさ。大事なのは、その後どうするかだろ。お前が本気でやり直したいんなら、やりようはいくらでもあるはずだろ。たく、昔はあんなに勢いだけはあったくせに。俺は、ふっと肩の力を抜いて、無意識のうちに小さく笑っていた。なんだよ、その顔は。いやさ、お前昔から、俺は天下取るとか、いつか世界に羽ばたくとか言ってただろ。大口叩きすぎて、周りは笑ってたけど、実はそういうところ、俺嫌いじゃなかったんだよな。なんでそんなこと覚えてんだよ。江端は目をそらしながら唇を噛む。俺は苦笑いを浮かべた。そりゃ覚えてるさ。お前何をするにも全力だったからな。まあ、今回みたいに悪い方向に突っ走っちまうのは勘弁してほしいけど。少しの沈黙の後、江端は小さくうなずいた。最初っから勝ち負けの話なんかじゃなかったんだよ、江端。お前が本気でやり直すって言うんなら、俺は応援する。その代わり、今度こそ自分の実力で来いよ。そしたら、きっと分かり合える日が来るはずだ。そう言い終わると、江端は視線を落とし、拳をぎゅっと握りしめたまま、あーと一言だけつぶやく。かすかに見えたその横顔には、決意の色が宿っているように見えた。それから数日後。感動ピクチャーズでは、社内改革プロジェクトが行われた。これまでの経営方針を全面的に見直し、特に人事評価については、コネや年功序列ではなく、純粋な実力と努力を正当に評価する仕組みを導入する。そして、次期社長候補についても、一から見直しとなるようだ。なんとレナさん自身が、一度現場に戻りますと宣言したそうなのだ。これまで私は、社長の娘という立場に甘えすぎていました。本当の意味でクリエイターとして認められるには、基礎からやり直す必要があると思うんです。そう語ったレナさんは、色彩学の夜間講座を申し込み、さらに制作現場でのアシスタントも志願しているという。まずは、技術部の末席から本当の意味での実力を身につけていきたい。そんな彼女の決意が現れているようだった。社内改革の影響は江端にも及んだと聞く。コンペでの不正工作が発覚し、彼は降格処分となった。その間、レナさんとの関係も一度白紙に戻したという。しかし、この処分を彼は真摯に受け止めたようだ。自分の弱さから目を背けていた。そう語った江端は、処分後、技術部の研修プログラムに自ら志願した。レナさんと同じ夜間講座にも通い始めたという。そして先日、レナさんの前で頭を下げたそうだ。今までの俺は、レナのことを本気で思ってたわけじゃなかった。ただの出世のための道具としか思ってなかったんだ。
本当にごめん。その言葉に、レナさんは静かにうなずいたという。私も同じ。トールの本当の姿を見ようとしていなかった。そして二人はもう一度、一から始めることを決めたそうだ。今度は、同じ技術者として、互いを高め合える関係を目指して。業界の噂では、エバタとレナさんは、同じ現場で切磋琢磨しながら、少しずつ、距離を縮めているのだという。今度は、本物の信頼関係を築いていけるかもしれない。そう思える二人の姿があった。そして、グローバルフィルムアワードの本選会場、ロサンゼルスの巨大なホールには、世界中から集まったクリエイターたちの熱気が満ちていた。グローバルフィルムアワード2025の受賞者は、司会者の声が響き渡る。スポットライトが次々と移動し、ファイナリストたちの表情を照らしていく。桜クリエイティブです。会場が割れんばかりの拍手に包まれる。ゆいは予選の時と同じように俺に抱きついてきた。社員全員が歓声を上げ、中には涙を流す者もいる。壇上での表彰式、トロフィーを受け取るとき、審査委員長が俺の耳元で囁いた。ハリウッドへお帰り、相馬。その言葉通り、授賞式の翌日から、俺たちの元には世界中からオファーが押し寄せた。かつて俺が手掛けた映画監督からのメールや、ハリウッドの大手スタジオからの依頼、ヨーロッパの制作会社からのオファーなど、ひっきりなしにやってくる。相馬、これ見て。ある朝、ゆいが業界誌を広げて見せてくれた。日本初、新しい色彩表現の潮流。世界が注目する桜スタイル。記事には、桜クリエイティブの作品に込められた繊細な色使いと、それを可能にした技術が詳しく紹介されていた。ゆいは業界誌を閉じると、俺の方を向いた。ねえ相馬、私ね、あの日街で偶然にあなたに出会えて本当に良かったって思うの。だってあなたが来てくれたおかげで私たちはこんな大舞台に立てた。スタッフみんなの意識も変わったし、何よりゆいは少し照れたように目を伏せる。私自身が自分の夢に自信を持てるようになった。高校の時みたいに。そして彼女は机の引き出しから一枚の企画書を取り出した。実はね、次のプロジェクトも考えてるの。日本の伝統的な色彩感覚を現代の映像技術で表現してみたくて。企画書には和食を題材にした短編映画のプロットが記されていた。職人さんたちの繊細な技と食材が持つ本来の色、その瞬間の輝きをあなたの技術で表現できたら、きっとすごく素敵な作品になると思うの。ゆいの瞳には高校の美術部で作品を語り合っていた頃の情熱が蘇ったかのように、はっきりとした光が宿っている。俺は自然と頬が緩むのを感じながら深くうなずいた。ああ、俺もあの時ゆいに再会できて本当に良かった。この場所でみんなと一緒にもっともっと面白い作品を作りたい。俺たちなら世界を変えられるかもしれない。そう言葉にすると、ゆいが少し照れたように微笑んだ。ほんの一瞬目があって、そのままお互い黙ってしまう。けれど、その沈黙が心地いい。まるで高校時代、放課後の美術室で静かにキャンバスを並べていた頃を思い出すようだった。ふと視線を向けると、オフィスの向こうではスタッフたちが賑やかに新しいプロジェクトの話をしている。活気に満ちたその光景を見やりながら、胸の奥からじんわりと熱いものがこみ上げてきた。本当、ここが俺の居場所なんだな。小さくつぶやいた俺に、ゆいがそっと近づいてくる。彼女は少しだけ伸び上がるようにして、口元を俺の耳元に寄せる。ねえ、これからも一緒にもっといろんなものを見つけて、どんどん面白い映像を作ろう。その小声がくすぐったくて、まるで恋人同士の内緒話みたいだ。少し照れながらも俺は答える。もちろん、美術部の頃みたいにお互いの感性を刺激し合ってさ。俺たちが本気になれば、次はどんな面白い作品だって作れるよ。ゆいは嬉しそうに目を細めて軽く頭を下げた。そして最後にスッと顔を上げると、まっすぐな瞳で言葉を重ねる。頑張ろうね、相馬。彼女がくれた一言がまるで合図のように心に響く。高校の頃にははっきりと自覚していなかった気持ちが、今は温かな確信となって胸を満たしていた。ここでゆいと一緒なら、きっとどこまでも行ける。そんな未来の予感が俺たちの間に静かに広がっていくのを感じた。人は誰でも光を求めている。それを見つけ出し、優しく照らしてあげること。それには時には厳しい言葉も必要だ。
それが本当の意味での教育であり、信頼関係なのだと思う。人は誰かを思う気持ちがあれば必ず変われる。俺も、ゆいもレナさんも、みんながその証明になった。